それでは一番初めの選択肢、紫式部を選んだ方の6月の運勢、6月あなたに起こることとして今日はリーディングをしていきたいと思います。カードは、あなたの現状、そしてあなたの6月のテーマ、そして6月あなたに起こることとして恋愛運、仕事運、金運、健康運、それぞれ出していきたいと思います。ではカードシャッフルから始めます。はい、カードで揃いましたのでオープンしていきます。はい、それでは一番初めの選択肢、紫式部を選んだ方の6月の運勢、6月あなたに起こることについてリーディングしていきたいと思います。今回はタロットカードとオラクルカードを使って、こちらがあなたの現状、5月末までのあなたの状況ですね。で、こちらがあなたの6月のテーマ、そして、6月あなたに起こることとして恋愛運、仕事運、金運、健康運、それぞれ出しております。はい。で、早速リーディングしていきたいと思うんですが、あなたの現状ですね、5月末までの状況っていう感じなんですけど、タロットカードで出してます。タロットカードが、審判とカップの6ともに逆位置で出てきてますね。なので、パッとね、一番最初にこう入ってきたイメージとしては、ちょっとこの5月末までのあなたの状況として何か人間関係でちょっとこうトラブルがあるとかいざこざがあるとか、簡単に言うと仲直りしたいなみたいな気持ちになるような出来事がある。なので大きくあるであった、大きくバーンとね、バチバチと喧嘩したって人もいると思うし、そうじゃないけど、なんかちょっと気まずいなとか、なんかこう、なんだろう、うまく馴染めないなとか、なんかそういう思いになってる人がちょっと多いのかなっていう印象を受けていて、ただそれがその本当5月中に、誰かとトラブルになったとか、その喧嘩しちゃったとか、すれ違いがあったとか、そういう人もいれば、なんかこう過去のいざこざというか、なんか遠い昔にこんなことあったなとか、あの人とちょっと疎遠になっちゃった人がいて、なんかその人のことがこう思い起こされて、どうしてるかなとか、またなんか仲良くできないかなとかね、なんかそういうような気持ちになってる人がなんか多いのかなっていうのがパート第一印象としては入ってきました。で、そういう人間関係のすれ違いとか、トラブル、本当になんだろうな、バチバチ喧嘩してトラブルっていうよりかは、あなたの中でこうモヤモヤした思いがある、そういう感じのニュアンスの人が多い感じがするんだけど、なんかそこをなんかこう気にしててもしょうがないよね、前向かなきゃみたいな、そういう気持ちにこう切り替えていってる、切り替えようとしてる、でも気になってる、なんかどうもうまくいかないとか、どうもこううまくなじめない、スムーズな関係性が気づけないとか、気づけなかったことを後悔してるんだけど、なんかそのことをなんかずっと気にしててもしょうがないよね、なんか切り替えていかなきゃだよねみたいな風にこう思ってる、そういう思いに至ったとか、そういう思いに至るような出来事があったっていう人が多いかなっていう感じがするかな。なんかすごくいい関係性だったのにみたいな、なんでこんな風になっちゃったんだろう。でも、そこを取り戻すのってすごく難しいから、切り替えていかないといけないよね、前向かないといけないよねみたいな、なんかそういう気持ちに至ってる。そういう風に切り替えて、無理やりでも、切り替えていかないといけないなっていう風にこう思ってる。そういう状況の人が、多いかなと思いますね。恋愛でそういうことがある人もいれば、お友達関係、友人関係、人間関係とか、例えばあとはその昔の職場がすごく良かった、昔の職場の状況は良かったんだけど、今の状況はあまり良くない。で、なんか前の職場に戻りたいな、前みたいな働き方がしたいなって思ってるけど、
なんだろ過去に戻ることはできないから、切り替えてやっていくしかないよね、前見ていくしかないよね、ここのアンバランスさというか停滞感というか、そういうものはなんかそういうそこに対してアプローチしていくよりも、前を見てとか切り替えてとか、そういうことをしていかないといけないよねっていうような、結構こうなんだろうな、事件とかハプニングが起きたっていうよりかは、あなたの心の中でのこうモヤモヤ感みたいなものを抱えていて、それに見切りをつけていかなきゃいけないよねみたいなことをこう5月、あなたなりに答え出している、出そうとしてる、っていう感じの人かな。完璧に切り替えはできてない人もいると思いますけどね。はい。ではそんなあなたの6月のテーマなんですけど、ルノルマンカードとカラーカードで出してます。ルノルマンカードはヘビのカード、カラーカードがタンジェリンみかん色で、メッセージが自主性と楽しさとなってます。で、ルノルマンカードでヘビのカードっていうと、占いとかね詳しい方はご存知かなと思いますけど、ちょっとあんまりいい印象のカードではないんですね、ヘビのカードって。なんですけど、今回このタンジェリンみかん色っていうカードと一緒に出てきてるんで、なんかこれは結構なんかわがままになっていいよとか、もっと自分の我っていうか欲とか、なんかそういうものを出していっていいよみたいな感じが、この6月の、あなたのテーマになっていくかなっていうふうに思います。この5月末までのあなたのこう気持ちとか状況っていうのが、なんかこう人とのこう折り合いをつけるとかバランスを保つとか、なんかそれがすごく難しいで、それをバランスを保ったりうまくやっていくために、なんかこう自分を殺すとか、自分の意見を抑えるとか、なんか相手と良い良好な関係を築いていくために我慢するとか、なんかそういうニュアンスがちょっと強い感じ、なんか自分を犠牲にする、そこまではないかもしれないけど、なんかこう例えば仲直りしようよっていうのも言えない、相手の気持ちを思ったら言えないとか、なんかこう引いちゃう感じで、だからもう自分の意見はそこまで出せないから別の方向見ていこうぜみたいな感じがするんですけど、このそんなあなただけど、6月はなんかもっと自分を出していった方がいい、自分がやりたいこととか自分が楽しいって感じること、自主性と楽しさっていうのが出てるので、だから自分自身で状況を判断していくとか、未来を決めていくとか、なんかそういうマインドで過ごしていくことが大切だよみたいなことを言われているような気がしますね。そうね、ヘビのカードはここでは今回の6月のテーマのリーディングはこの、5月末までの状況も踏まえて見ると、本当わがままとかずる賢いとか、ちょっとなんだろうな、なんていうのかな、そう他人よりも自分の気持ちを優先するとかね、もっと我を強くしていいんじゃないみたいな感じで言ってるかな。でもそこは別にあなた自身の欲望を通すとか希望を通すとか意見を言うっていうことが、すなわち他人の幸せを奪う、っていうことではない。きっとあなたの意見気持ちっていうのを尊重しながら相手のことを尊重する、っていうことはできるはずだから、すぐ反射的に、周囲の人だったり周りの人の気持ち、相手の気持ちを考えて自分の意見自分の気持ちを引っ込めちゃう自分よりも、あなたが楽しいかとかあなたがどうしたいかみたいなところをこう優先して、第一判断として過ごしていく、っていうのがこの6月大切になっていくかなっていうふうに、思いますね。なので多分今までのあなたこの5月末までのカードから見るに、何かをしようとか何かしたい、こうしたいって思う時に、こうしたいって自分が思う前に周りの人はどうかな、だったら私はこうかなみたいな、そういうふうにこう自分の気持ちの決め方というかフォーカスの仕方っていうのが相手あっての自分っていう感じだったかもしれないけど、この6月は自分っていうものがどうかで、私はこうだけど相手はこうだ、じゃあ例えば意見が食い違ったり対立した場合は、じゃあどうしたら折り合いつけれるかねって、あくまでもあなたが楽しくいられること、あなた自身の軸っていうのをぶらさずに、アプローチしていくのがこの6月大切になるかなと思いますね。はい、ではそんなあなたの6月起こることっていうことで、恋愛運、仕事運、金運、健康運っていう形でカード出してます。で、恋愛運に関しては恋愛運今ピンとこないよとかね、恋愛お休み中だよって方に関しては、人間関係とか対人運みたいな感じで見てもらったらいいかなって思います。はい。で、結構大アルカナが多いので、この6月
っていうのはすごくあなたにとって、運命的な出来事が多くなってきそうだなっていうふうに思うんですけど、まず恋愛運ですね。カードとしてはジャスティス、正義のカードが出てます。基本的にはポジティブなカードではあるんですけど、割とこう対等な関係っていうのを目指していくのがいいよっていう感じで出てるんですよね。だからその今までのあなたは過剰に引きすぎてるとか、過剰に相手を尊重しすぎてる、っていうところがある。相手の顔色を伺ってるのにうまくいかないとか、伺いすぎてうまくいかなくなっちゃうとか、うまくいってるかもしれないけどあなたの中でモヤモヤが残るとか、そういうところがね、人間関係、恋愛を含む人間関係で起きてきた人が多かったのかなっていう感じがしていて、でその上での6月のジャスティスのカードになっているので、そこをちゃんとしたバランスにこう整えていこうぜみたいな感じがテーマとしては出てきているかなと思います。なんでその感情に任せて、すごく心が燃えるような恋愛とかロマンスっていうのを期待するっていうよりも、まずは人と人、釣り合いの取れた、お互いにお互いを尊重している関係っていうところから恋愛、パートナーシップみたいなところに発展させていくっていうマインドが大切かなと思いますね。出会いを探してる人、恋人募集中の人は、基本的にはあなたの好みに合った人、あなたにお似合いの人とか、あなたに釣り合う人とか、そういう人との出会いが期待できるかなと思いますね。で、好きな人がいるよ、片思い中だよっていう方は、お互いちょっとお互いにこう興味がある感じ、お互いを知ろうとしてる感じっていうのが出てくる。なんで急にブワーッと燃え上がったりはしないけど、あなたがお相手の方に興味持ってる、好きだなって思ってるのと同じように、お相手の方もあなたのこと知ってみたいな、知ってみようかなっていう気持ちにはね、なってもらえそうかなっていうふうに思います。あなたのことをどんな人かなっていうふうにこう見てる感じ、っていうところがあるかな。で、お相手の方があなたのことを追いかけてくれないとか、がっついてこないからって言って、それがネガティブなことではなくて、なんだろうな、やっぱ人と人としてのまずバランス、人間関係みたいなところが大切っていう感じがするので、基本的にはお相手の方への好意、あなたの気持ちっていうのは大切にしつつ、誠実に振る舞うこと、自分に正直でいること、変に自分を押し殺して相手優先じゃなくて、私はこう思うよ、私はこんな考え方だよ、僕はこうだよっていうのを出していく。別にね、意見を言うイコール喧嘩ではないので、私はこういうのが好きかなとかね、そういうのをあんまり相手に遠慮することなくこう伝えていくっていうのが大切かな。で、もしね、お相手が私はそういうの興味ないんだとか、よく知らないんだっていう場合もね、そうなんだって別にいいわけですし、あなたがそういうふうに言ったことをきっかけに、私もちょっと知らないからね、今度一緒に行こうよとなるかもしれないから、変に遠慮したり合わせすぎる必要はないかなっていう感じ。誠実にあなたが思ったことを正直に伝えることで距離が近づいていくって感じがするかな。今お付き合い中の方、パートナーがいらっしゃる方っていうのは、周りからこう認められるような関係に発展していくっていう感じ。結構ジャスティスっていうのは正義、裁判所みたいなのを表したりもするので、割とこう公的な関係を目指していくぞって感じがするので、婚約とか結婚のお話が出てくる可能性が十分にあるかなと思います。あとはお互いに理想の条件、理想にぴったりと合った条件でいろんな物事を進めていくことができるっていう感じがするので、感情的に結婚だ、婚約だ、わーいっていうよりかは、私たちがこれから結婚していくとか、一緒に人生を歩んでいくとしたら、どういうふうに進めていかないといけないかなって、結構こうシステマチックにというか事務的にっていうか、そういうのを一つ一つこうクリアにしていく、そういう話し合いがスムーズに進むよっていう感じかなと思いますね。恋愛にしろ人間関係にしろ、こう落ち着いて舞い上がることなく落ち着いて、あなたの意見、お相手の意見っていうのをマリアージュさせていくっていうか、混ぜていくっていうか、それでこうお互いの持ってるものをちゃんと提示していく、そういうニュアンスが大切になる、1ヶ月かなと思いますし、その分あなた自身が何を求めてるのかっていうのをはっきりとさせておくことが大切かな。相手ありきで私はこうですっていうんじゃなくて、あなたがこうだから私はこうですじゃなくて、私はこうですありきで人とコミュニケーションとするっていうのが大切になってくるかなって、思いますね。はい、続いて仕事運ですね。仕事運についてはリニューアルなんで、これは審判のカードが出ております。基本的には審判のカードなので、仕事運に関してもポジティブな展開がこの6月
期待できるかなというふうに思いますね。これまでのあなたの努力が評価されたりだとか、努力の結果が出るとか、あとはあなた自身のステージが上がっていくとか、目上の人から気にかけてもらえるとか、ちゃんとしっかり見守ってもらえるというか、ちゃんと見てるちゃんと見てるなんだそれ怖いね。なんか、ちゃんと認めてもらえる、なんかそういうようなニュアンスの1ヶ月かなと思いますね。あなた自身がこれまで頑張ってきたことっていうのがきちんと評価されるので、希望通りに物事が進んでいく感じっていうのがあるかなと思います。で、希望通りに物事が進んでいくからこそ、あなたの希望っていうのが大切になる、このテーマのところと被っていくかなと思いますね。人間関係自体もお仕事に関してはすごく良好で、お互いに切磋琢磨して高め合えるような仲間同僚とか、特に、これなんかじいさんが出てますけど特にあなたよりも上の立場、先輩とか上司とか、そういう目上の立場に当たる人とか、なんか力を持ってる人からのサポートっていうのが期待できる1ヶ月かなと思いますね。転職とか起業とか、新しい展開を考えている方に関しても割とスムーズに物事が進むので、6月ね動き出してみるっていうのはいいかなと思います。あとは審判のカードって復活とか再開とか、そういうことを表すカードであったりもするので、今まで一度諦めたお仕事、なんかこれやってみたいなと思ったけど、うまくいかなかったとか、面接受けてみたけどその時は残念ながらご縁がなかったとかね、そういうようなお仕事とも再び、ご縁がつながりやすいとか、もう一回チャンスがやってくるとか、そういうタイミングになったりするので、もう一回頑張ってみる、再チャレンジしてみるっていう機会を自分で作ってみるのもいいのかなと思いますね。なんであなた自身がお仕事に関して願っていること、考えていることっていうのが叶いやすい1ヶ月なので、このテーマと同様に、積極的にあなたの希望とか願いっていうのを遠慮せずにオープンにしていくってことが大切かなと、思います。で、続いて、ちょっと金運ともね、連動するところもあるかなと思います。ちょっと仕事運と連動することがあるかなと思う金運ですけれども、ここもね大アルカナで女帝のカードが出てます。これめっちゃキラキラしてるからめっちゃ金運良さそうって感じですけど、本当に金運いい感じ。なんかそうですね、報酬、お仕事の報酬収入っていうのがアップしたりだとか、あとは臨時収入とか、あとは思いがけないところからギフトプレゼントとかもらえたりとか、そういう金運的にラッキーなこと、豊かさを感じられるような出来事が多い1ヶ月かなと思いますね。経済的に安定してるなとか、ポジティブな循環をできてるなっていうのを感じられる1ヶ月になりそうかなと思いますね。で、なんかここはそのお仕事に関しては今までのあなたの努力が認められて、その収入がアップするとか、すごく周りの人からサポートしてもらえるとか、チャンスが来るって感じなんだけど、この金運っていうのはどっちかっていうと、なんかあなたが努力したからお金がもらえたっていうよりも、なんかなんだこれ6月めっちゃアクセク頑張るぞっていうよりも、やっぱり今までのあなたが培ってきたものとかが回り回って、あなたの元にやってくる、戻ってくる、帰ってくるっていう感じ。今まで育てたものが実っていくみたいな、そういうイメージもあったりするので、なんかすごく今月めっちゃ頑張って働いたからお金がいっぱい入ってきたとか、ボーナスがもらえたとか、そういう感じではないかなと思いますね。なのでこれまで頑張ってきたことが評価されて結果が出たので、ボーナスだよとかね、プレゼントだよとかね、いつもありがとうねみたいな、そういうイメージかなと思いますね。なんでなんかあんまりせこせここまごまなんかするっていうよりも、なんかどっしり構えてドーンと構えて受け取り上手になるみたいなマインドも重要だったりするかなと思いますね。そして、臨時収入だったり、収入アップだったり、あなたのところに巡ってきた豊かさっていうのは、あなたが心から楽しいなとか幸せだなっていう風に思えることに使うと、またよりね大きな豊かさとして返ってくる。このテーマがね、自主性と楽しさっていうところがテーマになってたりもするので、あなた自身がここにお金を使いたいって思うことに使う、これをすると私が満たされるなって思うことにお金を使うっていうのがとても大切かなと思います。あとは女帝のカードって育むとか育てるとか、そういう実りみたいなイメージがあったりするので、投資とか
株とか、なんかそういう資産を増やしていくぞみたいな取り組みに対してもすごくポジティブな追い風があるかなと思います。ギャンブルにも、月があるなんで、余剰のね資産がある方は投資とか、なんかちょっとこうギャンブルちょっとの少しの元へ大きく返ってくるみたいな、そういうところをちょっと勉強してみてやってみるのもいいかなと思いますね。その変に節約するとか変にケチケチするとかそうじゃなくて、使うべきところには正しく使って、あなたが楽しいと思える豊かさを感じられるような、ものとか行為に対してはきちんとあなたの持っている財産というかお金を出していく、ありがたく出していく。そうすることによってまた巡り巡ってあなたの元にまたその豊かさが何倍にもなって戻ってくる、そういうような金運を感じられる1ヶ月かなと思います。はい、では最後になんだっけ、金運じゃないや、健康運ですね。健康運はこちらがフォー・オブ・ウィンターのカードが出ております。なんでちょっと別に悪くはないんですけど、なんか体調とか健康面に関しては、お休みモードっていうか休息することが大切ですよみたいな感じで言われてるかな。特にお仕事とか、その豊かさ的な部分ではすごく活発だし、人間関係も結構その大きく動きがあったりとか、人とのコミュニケーションっていうのに対してこう真摯に向き合うみたいなところがあったりするので、なんか知らないところでそれが肉体的にだったり、精神的に負荷がかかっていたり、どんなに楽しい状況でも状況が変わったりとか、どんなに楽しい好きな人と会ってる時間でもやっぱり人と会うとやっぱエネルギー使うから、その分体とか心が疲れちゃうことっていうのは誰しもあることなので、この6月は意識的に休む、休むからこそ楽しむべき時に楽しめるし、楽しむべき時に楽しんだら家ではしっかりと睡眠をとるとか、そういうのを意識した方がいいかな。あとはその自分が何をしたいか、自分が何を望んでるのかっていうところをうまくキャッチしていくためには、そのある程度他人からの情報とか、他人だけじゃなくても SNS とかね、テレビとかね、そういうものを含めた情報をちょっとこうシャットダウン、電源切る、電源オフにする、そういう時間も必要だから、オンオフの切り替えを大切にすると健康が維持できるよっていうような感じのイメージで持ってもらったらいいかなと思いますね。なんで、例えばもうちょっとそもそもあんまり体調が良くないとかね、体調に関して心配事があるよって方は特にお休みとか休息の時間、体を休める時間っていうのを意識して取るようにした方がいいですし、体がね元気なように感じていても心が疲れてるっていう場合もあるから、自分で意図的に心と体を休める時間みたいな風にこうきちんとメリハリをつける、そういう過ごし方をするといいかなと思いますね。そうすることでよりあなたにとって必要なものを受け取る準備ができるし、動き出さないといけない、楽しむことを楽しまないといけないから、楽しみ尽くす、ためにも、その体力っていうのを蓄える、温存させていくことができるんじゃないかなって、思いました。では最後に、あなたの6月の恋愛運、仕事運、金運、健康運それぞれを爆上げするラッキーアイテムをね、こちらのカードからもらっていきたいと思います。いろんなね、食べ物とか動物とか物とかいろんなもの出てくるので、食べ物は食べたり、場所だったら行ってみたり、して参考にしてもらったらいいですかね。では、恋愛運から出していきます。あなたの恋愛運をアップするラッキーアイテムはこちら、ジョンシザーズって書いてあるハサミハサミを使ってください。ハサミ持ち歩くのはちょっと良くないから、ハサミのお手入れをしてもいいかもしれないです。切れ味どうかなって言ってね、お手入れしてみてもいいかな。仕事運がライオンなんで動物園に行く。ライオンキング見てもいいかな。食べっ子動物の映画見てください。なんで急に。で、金運爆上げアイテムはこちら。ギター弾いてみましょう。健康運爆上げアイテムはこちら。ミルクなんで牛乳を飲んでください。おっと危ない。以上で一番初めの選択肢、紫式部を選んだ方の6月の運勢、6月あなたに起こることについてリーディングしていきました。参考にしていただけたら嬉しいです。頑張ってくださいね。応援しています。
それでは2番目の選択肢ハスを選んだ方の6月の運勢、6月あなたに起こることについてリーディングしていきたいと思います。今回はタロットカードとオラクルカードを使ってあなたの現状、そしてあなたの6月のテーマ、そして6月あなたに起こることとして恋愛運、仕事運、金運、健康運、それぞれカード出していきたいと思います。ではカードシャッフルから始めます。はい、カードで揃いましたのでオープンしていきます。はい、それでは、2番目の選択肢ハスを選んだ方の6月の運勢、6月あなたに起こることについてリーディングしていきたいと思います。今回はタロットカードとオラクルカードを使って、こちらがあなたの現状ですね。で、こちらがあなたの6月のテーマ、そして6月あなたに起こることとして恋愛運、仕事運、金運、健康運、それぞれ出しております。はい、それでは早速リーディングしていきたいと思うんですけれども、まずあなたの現状ですね。こちらの現状は、5月末までのあなたの状況みたいな感じで出してます。タロットカードで出してまして、カードとしては、吊るされた男とペンタクルスのエースがともに逆位置で出てきております。なので、そうですね、5月末までのあなたの状況っていう状況なんですが、これは、人間関係とか、それ以外のコミュニティとかお仕事とかそういうところ、全般的に含めて、なんだろうな、なんか骨折り損のくたびれ儲けっていう言葉あるよね。骨折り損のくたびれ儲けみたいな、そういう感覚を感じてらっしゃる方、感じるような出来事があった方が多いかなと思います。その対象はさっきも言ったみたいに人間関係とか恋愛とかそういうことかもしれないし、お仕事とかね、何かこうあなたがこうコミュニ何か所属しているコミュニティに対してとかかもしれないんですけど、なんかどの場合にしても、何かあなたが相手のためを思ってやったとか組織のためを思ってやったのに、その見返りとかその報酬とかそういうものがあなたの満足するものではなかった、もしかしたら全くその見返りがなかったとか報酬に値するものが得られなかったっていうこともあるだろうし、なんかもらえたけどいやいや割に合わんくねみたいなそういう感じの感覚になっちゃった人が多いかなと思いますね。人間関係だったらその相手のためにとかあなたのためにみたいな感じであなたが一生懸命尽くしてあげた、尽くしたかった、頼まれ事を一生懸命してあげたのに、なんか大してお礼を言われなかったとか感謝されなかったとか、なんかその相手への愛情の表現として、いろんなことをやってあげたんだけど、お相手の方はあなたのことを軽んじてねみたいな風にこう思えちゃうような感覚になるような出来事があったとか、そういう感覚を得るような、5月末までの時期を過ごされたっていうこともあるだろうし、お仕事とかであれば、その会社のため組織のためチームのため、お客様のためとか、いろんな、その対象は様々ですけど、そういうものをこう自分を犠牲にしてまですごく一生懸命頑張って、自分の時間を削って、例えば後輩のために業務を手伝ってあげたのに、後輩はあんまりお礼言ってくんないとか、あなたがその自分の時間を削って、例えばその後輩の面倒とか見てるのに、それを上司とかは評価してくれないとかね、例えばなんかそういうようなことがあった人が多かったんじゃないかなって思いますね。なんかすごく自分よりも相手を優先するとか、組織を優先するとか、なんかそういう行動を頑張ってきたんだけど、
それが大して評価されないなとか、なんか無駄だったのかなとかね、なんかそういう風にこう思えるような、状況だったり、結構辛いっていうか苦しいっていうか、なんみたいな、私ってこんなもんなのこんなもんなのっていうか、なんかこんだけとか、なんかそういうような感覚になっちゃった人が多かったかなと、思いますね。で、もしかするとこの2番目の選択肢を選んだ方は、一番初めの、紫式部の選択肢ももしかしたら気になったよって方もいらっしゃるかもしれない。完璧にその状況ががっちり一緒って感じではないんだけど、もしかするとこう感覚的にはこの2番目の選択肢よりも一番初めの選択肢の方がもしかしたら状況とか近いとか、そういう人もいらっしゃるかもしれないので、もしお時間があったり興味がある方は2番目の選択肢じゃなくて一番初めの選択肢も見てもらってもいいかもしれない。何かこうヒントになるようなことがあるかもしれないなっていう感じは、ありますね。いずれにしても、なんか一生懸命にあなたはあなたなりに、頑張ってきた、相手のためを思って、組織のためを思って、みんなのためを思ってやってきたっていうものが、大して評価されなかった、評価されないということを感じてしまったみたいな、ちょっとそういう、苦しいよなっていう感覚になってる人が多いかな。ただちょっともし、アドバイスというか、補足するなら、ちょっと、厳しめから厳しいつもりで言ってるわけじゃないんですけど、もしかするとその頑張りみたいなものが、ちょっと、なんだろうな、独りよがりになっちゃってた部分ももしかしたらあるかも。だから、相手に通じなかったとか、もしかすると相手はこれ望んでないかもっていうのが、あなたの中で薄々分かっていたり、分かってなくても、相手の中では、いや、そこまでしてくれなくてもいいのにっていう思いが実はあるのに、それをあなたが感じ取れずとか、汲み取ることができずとか、見えてたかもしれないけど無視して、自分がこれやりたいからやってあげたみたいな。ってところがもしかしたらちょっと強かったっていうのももしかしたらあるかもしれない。でもいずれにしてもあなたが頑張ってきたことは事実だし、だけどそれがうまく受け取ってもらえなかった。受け取ってもらえたかもしれないけど、感謝されなかった。感謝はされたかもしれないけど、あなたに対してその見返りというかね、ペイバックがそんなにない。ペイバックがない。合ってる？ちょっと横文字使ってみたけど、合ってるかわかんないけど、なんかそういう、あなたにとってはちょっと不満が残る、結果になっちゃったってことが多かったかなと思いますね。はい。でもそんなあなたの6月のテーマなんですけど、テーマは、ルノルマンカードが手紙のカードで、カラーカードが、ブラウン、他者との境界を作るっていうカードがテーマとして出てきてます。なので、手紙のカード、ルノルマンカードで手紙のカードってなんかいいお知らせが来ますよとかね。そういう意味だったりするので、この6月、あなたにとって待っていた連絡が来るとか、試験の合否の結果が来るとか、あなたにとって、嬉しいお知らせっていうのがテキスト文章で来るっていうような、意味合いがあったりするので、これはお伝えしておくんですけど、今回はこの5月末までのあなたの状況っていうところを踏まえて、6月のテーマとして見るときは、あなたも言いたいこととか、伝えたいことっていうのをなるべくテキスト、文章、文字でこう伝えたり表現した方が伝わりやすいよみたいなのが、6月のテーマとしてはあるかなと思いますね。で、プラス、このブラウン、他者との境界を作るっていうのがメッセージとして載ってますけど、やっぱりここのその5月末まであなたが相手のことを思ってやってあげたとか、一生懸命尽くしてあげたっていうのがうまく相手に響かなかったり、響いたかもしれないけど、あなたが思ってるような返り、見返りみたいなものがなかった、っていうところがあるので、やっぱりそれはさっきもちょっと言いましたけど、あなたがこれ良かれと思ってやったこととか、あなたが相手にとってとか組織にとってとかみんなのためにとかねと思ってこうやったことが、もしかしたらちょっとずれてたり、あなたがずれてることもあるかもしれないけど、その組織だったりあなたの対象、あなたが尽くした対象の人がちょっと変わってるのかもしれないし、それは分かんないけど、あなたとその相手だったり組織、その対象、尽くす対象っていうものをあんまり同一しすぎないっていうことが大切で、その訓練というか、あなたと相手、あなたと組織っていうのは別々の感情、思想を持ったものなんだっていうことをしっかり自分のマインドの中に叩き込んでおくっていうのがこの6月必要なテーマになっていくかなと思います。で、そういうふうに自分と
相手、自分と他者は違うんだっていうふうにこう思う、思ってよかったって思える人はいいんだけど、だからそのヒントにするために、そのあなたの思ってること、考えてることっていうのを文字にする、テキストにする、っていうのがすごくあの重要な、作業になるよ、すごくいいアクションになるよっていうことを言われてる、それがテーマになってくるかなと思いますね。だから何かあなたが相手に対してしてあげたいとか、何か、言ってあげたいとか、なんかそういうことがある、時、あなたの中で何らかこう思いがある時っていうのは、面と向かってこう喋り言葉でこう今みたいにこう話し言葉で、面と向かってなくても電話でもいいんですけど、こうやってこうペラ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 口で話して言うよりも、メールとか LINE とか、仕事とかであれば文章、ね、チャットとか、なんかきちんと報告書とかね、だからそういう形式できちんとあなたの中で遂行して、文章を何回も読み直して、あなたの言いたいことがうまく反映されてるかな、伝わってるかなっていうのを考えながら、整理しながら書いていく。でそしてそのあなたの中でこれだっていうものを相手に伝えていくっていうのがすごくこう大切かなとも思うし、最終的にそう自分の中でその文章に起こしていく中で、こうかもしれないし、こうかもしれない、こうかもしれないけど、文章にしていく中で、これってこうだなとかああだなっていうふうにあなたの中のこう思考を整理していく中で、これって別に相手に伝えなくてもいいなって思えたら伝えなくたっていいし、最初は伝えたいみたいな思いで書くんだけど、なんか別にこれ書いたら意外とこうすっきりして、別にこう相手に対して何かしてあげたい、してあげる、別にいっかとか、ただこう自分の思いを言葉、特にテキスト文章にすることによって発散されて、それを何かわざわざあなたの中でアクションとして表現する、必要がなくなる、そのアクションの必要がないから、あなたが相手のために何かしてあげたのに帰ってこなくて残念みたいなことは起きない、なんかそういうような循環っていうのが、この6月のテーマになっていくかなと思いますね。だから、相手に何か言いたいなとか、自分が何かやりたいなとか、特に他者があることに関しては、自分はこう思うけど相手だったり組織っていうものがそれを望んでいるのかどうかっていうのを、考えるとか、必ずしもそれが一致するわけじゃないっていうことをこう文章で整理していく、そういう作業をやっていくと、なんだろうな、無駄のないというか、あなたの中でせっかく頑張ったのにとか、全然気持ち伝わんなくて残念とか、なんかそういうことをこう防げる、よく言えば効率のいい、アクションっていうのが取れるんじゃないかなっていうふうに思いますね。なんかその周りの人も別にあなたにそこまでやってほしいっていうわけじゃなかったのに、あなたがやってくれるっつうならじゃあお願いしますみたいな感じでやってもらったのに、それで結果あなたが不満を感じて、不機嫌になったりとか、不機嫌にはならなくても、なんか相手の方もしてくれたけど、それがちょっとそういうことじゃなかったんだけどなみたいな、ちょっとミスマッチみたいなのが起こってギクシャクして、なんか誰も嬉しくないみたいな、そういうことをこう防ぐ、いいきっかけになるんじゃないかなと思いますね。なので自分の中で、別にこの誰かしてあげたいこととかじゃなくても、それ以外のことでも自分の中の気持ちを整理したり考えを整理したりするときに、文字に起こす、文字で書く、文字で伝える、っていうことをこう選択の第一段階、一番初めの選択肢にこうしてあげると、いいのかなっていうふうに思いますね。ちょっとこう文章にすることで自分の考えっていうの、自分が考えとか自分がやろうとしてることとか自分の思いみたいなものがちょっと客観的に見れますよね。でそうすることでまた自分っていうものを一つのまた別のものとしてこう俯瞰で見ると、自分、相手、こう、なんかまた第三者みたいなものをこうきちんと境界線を分けて考えることができやすくなるんじゃないかなっていうふうに、思いますね。それがあなたを守ることにもつながるし、お相手の方を尊重することにもつながるかなと思います。はい。では、続いて6月あなたに起こることとして、恋愛運、仕事運、金運、健康運、それぞれ見ていきたいと思います。で、恋愛運に関しては、恋愛今お休み中だよとか、ピンとこないよとか、もうすでにパートナーの方がいて恋愛って感じじゃないかなみたいな、そういう方に関しては、対人運みたいな感じで見てもらえると
いいかなって思います。はい、それでは恋愛運から見ていきたいと思います。恋愛運はプリンセスオブオータムのカードが出てきてますので、基本的にはいい感じ、良好な恋愛運がこの6月、そういう運気に包まれてるかなっていうふうに思います。ちょっと新しい恋の始まりとか、なんかこう可能性を感じられる、そういう1ヶ月になりそうかなと思います。今ね、恋人募集中だよとか、出会い求めてるよっていう方は、特にこうお友達から恋愛に発展する恋みたいなものが期待できそうかなと思いますね。これから出会う方の場合も、すぐに恋愛って感じてよりもお友達として距離を縮めていって、そこからもしかしたらこの人がね、将来の私の彼氏彼女になっていくのかなみたいなものをこうほんのり感じられる、そういう感じもあるし、今まで友達だと思ってた人がこう恋愛対象とか、彼氏彼女候補としてこうちょっと意識されてくるとか、そういうことも期待できるかなと思いますね。なんでこう急にねバーってこう燃え上がるような感じじゃないけど、少しずつ、お互いを知って少しずつこう気持ちを確かめ合いながら距離を縮めていくようなイメージかなと思います。で、今好きな人がいるよ、片思い中だよっていう方も、進展はゆっくりペースだけれども、ちゃんと信頼関係を構築しながら進んでいく恋愛っていうイメージかなと思いますね。なんで、恋愛っていう感じで距離縮めていくっていうよりかは、お仕事とか趣味とかね、好きなこと、共通のこう話題みたいなものをこうきっかけに距離を縮めていくといいのかなと思いますね。なんだろうな、好意は出してもいいとは思うんだけど、なんだろうな、もう恋人が欲しいんです、すぐにでもつけたいですみたいな情熱的なアプローチっていうよりかは、仕事を真剣に一緒にこう取り組む中で信頼関係が築かれていくとか、最初はそのお友達のような緩やかなね距離感から相手のいろんな一面を見て、距離を縮めていくみたいな感じのアプローチが、良かったりするかなっていうふうに思います。焦らずに、ゆっくりと恋愛に向き合っていくのがおすすめな6月かなと思いますね。で、今お付き合い中だよとかパートナーがいるよっていう方は、お互いの、いい面とか悪い面とかをよりこうきちんとこう確認しながら、信頼関係を深めていくことができる1ヶ月かなと思いますね。なんかこうお付き合い中とか、彼氏彼女いるよ、パートナーがいるよっていう方も、なんかまだまだお互いあなたのことじゃない、お互いのことをなんか知っていく余地がまだあるっていう感じがするので、積極的に相手を知る、自分を知ってもらうっていうようなコミュニケーションを意識するといいのかなと思いますね。この6月のテーマにもあるように、他者との境界を作るとか、何かテキスト文字で物事を伝えたりするといいよっていうのも、なんかこう長いねカップルの方であったとしても、長いカップルだからこそ、なんか自分は相手のことを分かった気になってるとか、相手は自分のことを分かってくれてると思ってるとかね、そういうことがあるかもしれないけど、どんなに長く過ごしてても自分と相手は違う人なんだってことを改めて認識して、自分の思っていることをちゃんとはっきり伝えていくってことが大切だし、まだねこうお付き合いしたってなんかほやほやだよっていう方は当たり前ですけど、まだまだこう知っていく、お互いを知っていく、知らせていく、そういうようなコミュニケーションが必要な、タイミングだったりするかなと思いますね。はい。で、続いて仕事運ですね。仕事運は好調っぽいですね。カードとしてはプリンス・オブ・ウィンターのカードが出ておりますので、これ伝統的なタロットカードでいうとソードのナイトになるんですけど、結構スピーディーにお仕事の展開っていうのがこう起きてきそうな1ヶ月かなっていうふうに思います。結構集中力も高まるし、あなた自身の決断力、行動力も上がるので、すごくこうたくさんの仕事とか複雑な仕事でもどんどん前に進んでいける、そういうようなお仕事の流れになっていきそうかなというふうに思います。で、あなたのこう積極的なお仕事に向き合う姿勢っていうのがすごくこう評価されたりだとか、あなたがこうどんどんね仕事をやりますっていう感じで行動していくっていうところが新しい仕事のきっかけにつながったりだとか、あなたが行動すれば行動するほど
ポジティブな展開、嬉しい展開っていうのがやってくるチャンスに恵まれるような1ヶ月かなと思いますね。あとはあなた自身もこれやってみたいなとか、これ知りたいなとか、もっと勉強したいなとか、もっとこうなんだろうな、自分でこう吸収したいみたいな、そういう気持ちもこう高まるし、あとはこう人と人とのこうコミュニケーションみたいなものもすごく活発になるので、お仕事においてはすごくこう活動の場が広がるとか、活躍の場が広がるっていうのを感じることができる1ヶ月かなと思います。で、結構ね忙しい感じっていうのはあるんだけど、その忙しい中でもそうポジティブに、やりたいと思うことをやっていくとか、どん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 こう次々にね、仕事こなしていくみたいな、そういうアクションがすごくいい展開につながっていく感じがするので、どん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 動いていこうって感じがあります。なので転職とか独立とかそういうこと考えてらっしゃる方もどん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 スピーディーに動いていく、といい職場、いい条件の職業に巡り合う可能性も上がっていくかなと思いますね。で、計画を立てて地道にやっていくっていうことも大切だけど、なるべく行動しながら考えるみたいなぐらいの勢いでいい、1月じゃない、1ヶ月かなっていうふうに思います。はい。そして続いて金運ですね。金運は、エイト・オブ・サマーのカードが出ております。基本的には、そんなめっちゃお金に困るよみたいな感じではないんだけど、なんかお金の流れを見直したりとか、なんか新しいことを試してみると、良い豊かさの流れっていうのが生まれてきやすい1ヶ月かなと思いますね。なんで今のあなたのお金の使い方、収支のバランスとかね、どういうところでお金を使ってるんだろうとか、ちょっと1回で固定費とかもね、どこにいくらかかってるんだろうとかね、そういうのを改めて確認していくっていうのが結構ね、お金、金運をアップするアクションになっていきそうです。あとは、貯蓄とか投資とかそういうところに関してもこう学んでいく、ちょっと仕事運ともかぶるんですけど、好奇心を持って、いろいろ調べてみるっていうところも金運アップにつながっていきそうかな。お金に関する取り組み方っていうのをちょっと今までから変えてみるっていうのも大切かな。さっきも言ったみたいに固定費見直すとかね、今までこの貯蓄の仕方、貯金の仕方とか見直すとか、例えば今預けてる銀行よりもより利率のいい、金融機関に預けてみるとかね。そういうことを調べて実行してみるといいかなと思います。ギャンブルとか投資はちょっとうまくいかないっていうか、ちょっと損が出やすいタイミングだったりはするんだけども、余剰資金であれば、ちょっとこう試してみて、違ったんだっていう学びとしてそれを受け取るっていうことはできるかな。ちょっとこうやってみてうまくいかない可能性がちょっとこの6月は高いんだけど、そこの失敗を糧に次どういうふうにやっていくかっていうのをこう実践で学んでいくっていう感じもあるので、余剰の資金がある方はちょっと試してみる、こうちょっとやってみるっていうのもいいかなとは思いますね。あとは大きくね、豊かさお金だけじゃなくて、あなたが持ってるもの、財産みたいなものも含めていくと、ちょっと今まで持ってる持ち物とかが壊れちゃったりとか、なくしちゃったりとか、そういうことが起きやすいタイミング、家電とかね、買い替えとか修理とか、そういうのが必要になってくるタイミングなので、ちょっとこう臨時収入の逆、ちょっと予想外の出費が出てくる可能性も起きやすい6月なので、ちょっとそこも頭に入れてお金の計画立てておくと6月はいいかなと思います。で、今ちょっと今のお金、自分の持ってる金運じゃないや、豊かさの状況に満足してる人も、ちょっと不満を抱えてる人も、あんまり状況は変わらないっていうのはあるので、考え方とか持ち物とかもちょっとリニューアルして、新しくお金と向き合う自分に変わっていくみたいなのが大切かなって思いますね。あなたなりのお金との向き合い方っていうのをちょっと考えて、それを実行してみるっていうのが必要な1ヶ月だったりするかなって思いますね。はい。では最後に健康運ですね。健康運はプリンセス・オブ・ウィンターのカードが出てます。基本的には、この6月あなたの健康運は良好かなと
思います。あんまり心配しなくてもいいかなっていうふうに思うし、何かもし不調とか体調不良とかそういうことがあったとしてもそれを乗り越えられる、大丈夫だよみたいな感じで言われているかなと思いますね。なんでもし、これまで現在までのタイミングで体調不良とかちょっと不安があるよっていう方も結構うまく克服できるとか、この病気、あなたが向き合ってる病気とか怪我とかを治すチャンスがやってくるよっていう感じがするので、結構前向きに、捉えてもらっていいんじゃないかな。多分この6月でこの病気はおさらばだとかこの不調は手放していけるぞみたいな気持ちで、いてもらっていいかなと思います。だけど、無理は禁物なので、調子がいいからって言って無理しすぎない。でもダメもうダメだ治らないとかきついとかっていうふうに思いすぎなくても大丈夫、なんだけど、無理は禁物。この絵柄にもね、これヒョウだかホワイトタイガーだか分かんないけど、この人がね守ってくれてる感じがするじゃないですか。なのであなたの健康を守ってくれる守り神はそばにいるんだけど、そばにいるから大丈夫って思いつつ、自分でも無理はせずに守ってもらおうぐらいの気持ちでいるといいのかなと思います。はい。では最後に、あなたの6月の恋愛運、仕事運、金運、健康運それぞれ爆上げするラッキーアイテムを出していきます。食べ物だったら食べて、場所だったら行ってみたいな感じで、参考にしてもらえたら嬉しいです。ではあなたの6月恋愛運爆上げのラッキーアイテムはこちらです。ぴゃん。車に乗ってください。仕事運はこちら、ウォッチ、腕時計つけてください。金運はこちら、バイスクルは自転車に乗ってください。すごい乗り物に乗るね。健康運はこちら、ピザ食べたら健康になるそうです。以上で、2番目の選択肢、ハスを選んだ方の6月の運勢、6月あなたに起こることについてリーディングしていきました。参考にしていただけたら嬉しいです。頑張ってくださいね。応援しています。それでは3番目の選択肢、葵を選んだ方の6月の運勢、6月あなたに起こることについてリーディングしていきたいと思います。今回はタロットカードとオラクルカードを使ってあなたの現状、あなたの6月のテーマ、6月あなたに起こることとしてあなたの恋愛運、仕事運、金運、健康運それぞれ出していきたいと思います。ではカードシャッフルから始めます。カードで揃いましたのでオープンしていきます。カード並べ終わりましたので3番目の選択肢、葵を選んだ方の6月の運勢、6月あなたに起こることについてリーディングしていきたいと思います。今回はタロットカードとオラクルカードを使って、こちらが、あなたの現状ですね。でこちらが、あなたの6月のテーマで、こちらの下段の4枚が6月あなたに起こることとして恋愛運、仕事運、金運、健康運それぞれ出してます。で早速リーディングしていきたいと思うんですが、こちら現状ですね、タロットカードで出してます。カードとしてはカップの8、正位置とワンドの6、逆位置で出てきておりますね。でちょっとカードパッと見た感じ、一番初めの選択肢、紫式部の選択肢かなと、悩んだ方、迷った方もいらっしゃるかなっていうような印象を受けてます。でもし時間があったり気になったよっていう方は、一番初めの選択肢も見てもらってもいいかなと思います。もしかすると今のあなたにヒントになるようなねメッセージあるかもしれないので、時間があったり興味がある方は見てみてください。ではリーディング進めていきます。
月じゃない、現状っていうことで、5月末までのあなたの状況っていう感じで出してるんですけど、カードはカップの8正位置とワンドの6逆位置なんですが、ちょっとこの5月末までの状況でなんかこううまくいかなかったなとか、あなたが頑張ってきたことっていうのが割とこうネガティブな結果で最終結論が出たみたいな人がちょっと多いかなっていうふうに思います。それが5月末までの時点で、もうダメだったっていうことが分かったっていう人もいれば、それよりも前に、ネガティブな結果っていうのは分かっていたんだけれども、そこに対してまだこうもがいてたとかあがいてたとか、そのネガティブな結果っていうのを受け入れられなかったみたいなところが、あった人が多かったかなと思うんですが、この5月末までの時点でそのネガティブな結果っていうのを前向きに捉えてっていうか、もうその結果はその結果っていう風に捉えて、その次のステップに進んでいこう、結構こう切り替えていこうみたいな、そういう気持ちになった方、そういう切り替えていくぞっていうようなもう状況にたどり着いた方っていうのが、多かったんじゃないかな。もうその切り替えの行動みたいなものを5月末の時点で始めていらっしゃる方もいれば、5月末ぐらいのタイミングでそのネガティブなあなたにとって、望み通りではなかった結果っていうものを受け入れて受け止めて、この6月以降切り替えてまた新しい方向で頑張っていくぞみたいな、そういう風にうまく切り替えられたっていうような実感がある方が多いんじゃないかなっていう風に思いますね。結構あなたとしては頑張ってきたとか、すごくその目標に対してあなたなりに前向きなアプローチっていうものをしてきたから、そのうまくいかなかった結果、ネガティブだった結果っていうところは、割とショックだったり、あなた自身は誠実に向き合ってきたのに、周りの人から足引っ張られてうまくいかなかったっていうことがあったからこそ、もう一回やり直したいみたいな気持ちが強かった人もいれば、その結果を出すっていうことに固執しすぎて、あなた自身がちょっと不誠実っていうかになっちゃった部分もあって、だからもう一回クリアな感じでやり直したいみたいな気持ちがあって、ちょっとその物事対象に対する切り替えっていうのがうまくできなかった、結果が出た、ダメだった、次みたいな風には思えなかったっていう人が多かったかなとは思うんだけど、この5月末までの時点で、そういういい部分悪い、自分が頑張ってきたっていういい部分、誰かに足引っ張られちゃったっていう悪い部分、もしくは自分がちょっとせこい手を使っちゃったっていう自分の反省点とか、例えばね、そういうものをこう全部ひっくるめて、そういうのが分かったからこそ次ではうまくいくんじゃないか、次のチャンスっていうものをね、ちゃんと自分のものにしていけるんじゃないかみたいな、そういう前向きな気持ち、一歩成長して、一つ大人になって、前に進んでいくみたいな覚悟ができた人が、多かったんじゃないかなっていうふうに、思いますね。今までこれだっていうふうに固執してきたものから、また新たなね目標を見つけようとしている方もいるだろうし、ちょっとあなたの中での考え方が変化して、そこに対するアプローチじゃなくて、ちょっとこっちの方からやってみようかなとかね、いろんなアイディアが浮かんできたり、どちらにしてもいい方向に切り替えられてる感覚っていうのはあるんじゃないかな。例えばその対象のものを諦めるという結論をあなた自身が出したとしても、それは負けたとかネガティブな後退ではなくって、着実にこれから先あなたが幸せになっていくためのステップアップなんだっていうふうに、あなた自身も捉えられている、部分っていうのは、多いんじゃないかな。逃げるが勝ちじゃなくって、潔く負けを認めて撤退するっていうのも時には必要で、もう一回体勢を立て直して頑張ればいいよねっていうような切り替えかもしれないし、自分にとってその目標っていうのは超えられなかったんだけれども、じゃあまたあなたにとって大切な目標っていうものを掲げることができれば、それはそしてその次なる目標っていうのを成功に導くことができれば、これは失敗ではないよねっていうふうに切り替えられるような、結論っていうのを出せた方
が、多いんじゃないかなと思います。この一応これ5月末までのあなたの現状っていう感じで出してるので、おそらくそういう気持ちの切り替えられている状態っていうにはもう現在至ってる方が多いかなっていうふうに思いますけど、まだちょっとそこまで切り替えられてない、そこまでこうすっきりはしてないんですっていう方は、もしかすると一番初めの選択肢の方がしっくりくるかもしれないかなと思いますけどね。結構、さっぱりしてる感じがするかな。結構ダメだったね、よし次行くぞみたいな気持ちには慣れてる感じがするかな。あんま引きずってない、引きずってた期間もあったかもしれないけど、5月末の時点ではうまく、もしかすると新たなね、これだっていうもののなんかこう具体的に決まってる人もいれば、なんとなくこう方向性みたいなものが見えてきたから切り替えられたっていう人もね、いらっしゃるかなと思いますね。はい。ではそんなあなたの6月のテーマですね。6月のテーマはルノルマンカードとカラーカードで出してます。ルノルマンカードはネズミのカードですね。でカラーカードがモーブ、藤色で、メッセージがクリアな聴覚を楽しむっていう風に出てます。はい。で、ちょっとカードとかね、詳しい方はわかるかなと思うんですけど、ネズミちゃんのカードはちょっとあんまりポジティブなカードじゃなくて、ネガティブな意味合いとかが多かったりするんですけど、今回はこの6月のテーマっていう感じで出しているので、ちょっとあんまりこう、神経質になりすぎないでねとか、ストレスを溜め込まないでねみたいな感じ、なんだろう、神経質になるような出来事が起きるとか、ストレスが溜まるような出来事が起きるっていう、意味合いでも取れるんですけど、どっちかというと、あなた自身が過剰になりすぎて、その物事っていうのをネガティブに捉えるっていうことがないように注意してねみたいな感じのテーマかなと思います。そのモーブ、藤色っていうカードでクリアな聴覚を楽しむっていうメッセージが載ってるので、あなた自身が敏感であったり繊細さが増すっていうのはこの6月のテーマとしてはあると思うんですよね。やっぱりその敏感さ、繊細さっていうのって、ニアリーイコール神経質さ、過剰さっていうところと表裏一体っていうか、一つの同じ事象をネガティブに表現するかポジティブに表現するかみたいな感じだったりすると思うんですよね。こう繊細で敏感だからこそ気づけるとか感じられることもあるし、敏感で繊細だからこそ過剰に受け取ってしまうとか、気になっちゃうとか、そういうこともねあるとは思うんですけど、方なんで、そういうそのいい方向に敏感さとか繊細さっていうものを生かしていけるように、ストレスを溜めすぎないでねとか、神経質になりすぎないでねとかね、そういう風なメッセージとして捉えてもらったらいいのかなと思いますね。で特にクリアな聴覚を楽しむっていうのが出てるので、その敏感さ、繊細さ、さまざまな感覚が研ぎ澄まされるっていう可能性はあるんですけど、特にその聴覚、耳から入ってくる音ですね、そこの辺の感覚でそのあなたのマインドをポジティブに持っていくっていうのがラッキーアクションですよっていうふうに言われてるので、耳心地のいい音楽を聴くとか、心や体が落ち着く音を聞く、音楽でもいいし、例えば風鈴の音とかでもいいし、なんだっけ、なんとかかんとかかんとかの揺らぎみたいなすっげえ適当、焚き火の音みたいな、なんとか F 分のなんとかの揺らぎみたいな言いますよね。はい、皆さんグってください。はい、ちょっと何分の何の揺らぎみたいなやつ、はい、なんかそういうの聞くとか、音差の音でなんか空間を浄化する、その空間浄化する方法も日光で、浄化する、月光で浄化する、パワーストーンで浄化する、お塩で浄化するとかもあるんですけど、音で浄化するっていうのもありますよね。その神社とかで鈴をガランガランガランって鳴らして、あれ神様にノックしてるみたいな言いますけど、ああいう音を出すとかね、なんかそういうのも、音っていうのもすごくクリアにするパワーっていうのがあるので、特にこの6月っていうのはあなたの繊細さ、敏感さっていうものをポジティブに生かす、もしくはそのストレスとか神経質さとしてその研ぎ澄まされた感覚っていうのが傾きそうになった時は、音であなた自身を浄化していく、空間を浄化していく、そういうことを生活に、取り入れていくといいよみたいなことは言われてるかなと思いますね。でやっぱその敏感さとか繊細さみたいなものが高まってるからこそ、あなたが気づくこと
と気がつくことですね。気がつくこととか、頑張っちゃう部分とか、いろんなことが気になって、これまだだな、これできてないなとかね、ここはもっとこうしなきゃとかね、そういうのに気づくからこそ、あなた自身が頑張りすぎちゃうっていうこともあるだろうし、だからその頑張りすぎちゃわないように自分をセーブするっていうことも必要だし、せっかくある豊かさであるとかポジティブな部分っていうのもどんどんこう深掘りっていうか、細かいところまで見ていくと、いやここがまだ足りないとか、ここはうまくいってるけど、でもここがうまくいってない、重箱の隅をつつくみたいな、そういうようなマインドとか視点にならないように注意するっていうのがすごく大切かな。うまくいってることに関してはうまくいってる部分を見る、もちろんネガティブな部分とか何か問題点があることに対してはきちんとそれを捉えて、そこに対して対処していくってことはもちろん必要なんだけれども、それが過敏にならないように、ちょっとおおらかになろうぐらいでも今のあなた、6月のあなたはいいのかな、もう敏感さ、繊細さ、感覚が研ぎ澄まされている状態なので、その研ぎ澄まされた状態でこれって気づいて、そこに対処していくっていうのはうまくいくんだけど、それを全部ネガティブに、ここもダメだった、あそこもダメだったでダメなものを数える、っていう風にしないように注意するっていうことは大切かなって、思いますね。なんでさっきも言ったみたいに、敏感さ、繊細さをポジティブに生かす。神経質になりすぎない、ストレスをためすぎない、で空間を浄化する、特に音を使って浄化する、あなた自身を浄化する、別にその浄化するみたいなスピリチュアルみたいな音楽じゃなくていいです。別に好きな音楽聴いてもらって全然構わないし、クラシックとかでもいいし、ジャズでもいいし、ポップスでもいいし、何でもあなたにとって心地がいいと思える音楽を聴く。普通にロックとかヘビメタみたいな聞いて浄化される人もいるかもしれないけど、一般的に川のせせらぎとか、波の音とか風鈴の音とか、そういうのを聞いてみると、特にその疲れが溜まってる時とかストレス溜め込んでる時とかにそういうのを聞いて癒す、心も体も癒していくっていうのはすごくいいアクションになるかなと思います。であとは、イヤホンで音楽を聴く習慣がある人はちょっと絶対ダメとは言わないけど、この時期はやっぱり感覚とかが敏感になってるし、特に聴覚敏感になってるので、イヤホンよりかは結構スピーカーで音楽聴いた方が、この6月はいいかなみたいな感じでテーマで出てるのでお伝えしておきますよと。はい、では、6月あなたに起こることとして、恋愛運、仕事運、金運、健康運、それぞれ出していきたいと思います。で恋愛運に関しては、今恋愛お休み中だよとかピンとこないよっていう方、すでにパートナーいらっしゃっても落ち着いてて恋愛って感じじゃないよって方に対しては、対人運みたいな感じで見てもらえるといいかなと思います。はい。では、見ていきますね。6月のあなたの恋愛運ですね。こちらは戦車のカードが出てますので、結構ね、急展開というか、ぐいぐい前進するような恋愛模様って感じ、イメージかなと思いますね。一目惚れとか、情熱的に燃え上がる恋みたいなイメージがすごくするなと思っていて、今出会いを求めている人とか、恋人募集中ですよ、恋愛したいなっていうふうに思ってるよっていう方は、あなた自身が行動を起こすことで、出会いのチャンスがつかめる。誰かに声かけてもらうの待ってるっていうよりかは、あなたの方から出会いの場に向かっていくとか、気になるな、仲良くなりたいなっていう思う人がいたら、あなたの方から声かけるとか、お友達とかに今恋人募集中だから、もしそういう人がいたら紹介してねとか、声かけてねとか、いいチャンスがあったら教えてねみたいな感じで自分から発信していくと、いいご縁が結ばれやすい1ヶ月かなと思います。で今好きな人がいるよ、片思い中だよっていう方は、あなた自身が勇気を出すことでお相手の方と距離が縮まる、そんな1ヶ月かなと思いますね。自分から声をかける、自分から誘う、お相手からのアクション待ちっていうよりかは、あなた自身が動いてコミュニケーション取ってアピールしていくっていうことで、恋が芽生えたりだとか、新しい展開になったり進展したりとかいうことかな。もう実際告白しちゃうみたいなのも視野に入れてもいいと思います。ある程度状況は皆さん違うので、急にね全然話したことないのに好きですって言ったらびっくりされちゃうかもしれないけど、一応好意を持って接するっていうところははっきりと態度で表していっても全然いいのかなって思いますね。で今お付き合い中の方、すでにパートナーがいるよっていう方も、関係性がステップアップしていく
チャンスっていうのがこの6月に起きそうですねっていう感じで出てるので、例えばあなたがお付き合いをしていて結婚したいなとか同棲したいなとか2人の関係性に対してこうなっていきたいこうしていきたいみたいなことがあるんであれば、積極的にあなたの方からアクションを起こしていくとあなたが思ってる方向に進みやすいし、別にね結婚とか同棲とかそういうことじゃなくても2人の関係性で例えばもっとデートの回数増やしたいなとか2人の関係性でもっとこうなったら良くなりそうとかね、そういう気持ちがあなたの中にあるんであれば、あなたの方からアクションを起こす。お相手の方が気づくのを待つんじゃなくて、私はこういう風にしたら2人の関係もっと良くなると思うんだよねっていう風に提案してみるとすごくいいんじゃないかな。受け身なタイプ、もしあなたが基本的には恋愛とか人間関係において受け身なタイプなんですっていう方であっても、この6月はなるべく自分から発信する、別にそのやりたくないことはやらなくていいんですけど、自分がその関係性を大切にしていきたいと思ってるんだったら、それをちゃんと発信していく、伝えていく。でそのお友達、こういう関係、対人関係とかであっても友達から誘われるのを待ってるんじゃなくて、あなたがそのお友達に会いたいと思うんだったらあなたの方から誘ってみる、っていうことをしてみると、お相手はあなたが思う以上に多分嬉しいと思うんじゃないかなって、思いますね。あとは、ちょっと熱しやすく冷めやすいみたいな感じもあるので、あなたはこれやりたいと思ったらその思った瞬間に行動する方がいいかな。なんか友達と遊びたいとか、好きな人と話したいと思っても、ちょっとなんか後で連絡しようみたいな風に思ってると、なんかその気持ちがちょっとしぼんじゃって、せっかくのチャンス機会っていうのが機会損失になっちゃう可能性があるので、ってこうひらめいたらそのタイミング、それが運命だと思って声かけてみる、アクションを起こしてみるっていうのが大切かなって思います。続いてあなたの仕事運ですね。仕事運はナインオブオータムのカードが出ております。仕事運も基本的には順調ですね。あなたの実力や才能を生かして飛躍することができる6月っていう感じかな。今まであなたが努力してきたことが実って、しかもそれがちゃんと周りに正当に評価されるっていうことを実感できる6月になるんじゃないかなと思いますね。出世する方もいるだろうし、昇進とか、あとはもしかすると今勤めている会社とは別にあなたと一緒に働きたいんですっていう風にね、オファーがね来る可能性もあるし、あなたのことを応援してくれる人、援助してくれる人、そういうサポートしてくれる人っていうのが現れたりとかね、お仕事であったり、経済状況も含めてですけど、これ結構豊かさを表すカードなので、仕事運のところに出てますけど、仕事を通じてあなたの豊かさっていうのをすごくアップしていく。そういう6月になるんじゃないかなと思います。転職とか独立とかそういうことを考えている方も基本的には好調、ポジティブな動きっていうのがあるので、ぜひぜひね行動を起こしていってもらいたいなっていうふうに思います。でさっきも言ったみたいにあなたのことを応援してくれる人っていうのが現れやすいタイミングだったりするし、お仕事でいい縁につながっていくっていうところもあるので、恋愛としての素敵なご縁の可能性もあるし、素敵なビジネスパートナーに出会えるとか、これから先長いお付き合いになるお客様、取引先様と出会えるっていうようなご縁もつながりやすかったりするかな。その今だけ、この6月だけがいいっていうよりも、この6月に巡り合ったご縁であるとか掴んだチャンスっていうのが、これから先のあなたの、お仕事における結果だったり成果だったりポジティブな結果をその将来的にも約束するみたいなニュアンスもあったりするので、すごく大きな出会いとか出来事とかそういうのが起きやすかったりするかな。で自分の中でも結構トントン拍子に進んでるなみたいな、そういう感覚を得られる人も多いんじゃないかなと思いますね。で、その仕事そのものを楽しもうっていう気持ちもすごく大切になってくるし、あなたの感性テーマでも言ったみたいにすごく敏感で繊細さ、すごく感覚が研ぎ澄まされてるっていうところを生かして、あなたの感覚とかあなたの感性っていうのを生かして、あなたにしかできないお仕事に取り組んでいく。そうするとあなた自身もだし、周りの人、お客様だったり取引先の方だったりね、みんながすごく満たされたような状況になっていける。お仕事を通じてそういう自己実現、願望達成っていうものができていく1ヶ月になるかなって、思います。で
で、続いて金運ですね。金運はちょっと仕事運と連動する部分もあって、結構そのお仕事を通じて豊かさ得られそうですよってことはお伝えしたんですけど、こので出てる金運ってところは、エイト・オブ・ウィンターで出てきてるんですよね。で、このエイト・オブ・ウィンターのカードだけで見ると、ちょっとお金が自由に使えないっていう感じがあったりするんですよね。なんで、結構お仕事を通じてその豊かさみたいなものは得られるはずなのに、なんかそれが制限されて使えないとか、あとは金欠になっちゃうとか、物理的にお金を使うことが難しくなっちゃうみたいな、そういう感じのイメージがあったりするんですよね。なので、なんかもしかするとそのこのテーマのところでちょっと神経質になっちゃうとか、過敏過剰になっちゃうとか、あとそのネズミさんがなんか浪費とかケチとか、なんかそういうイメージがあったりするので、なんかこう得たものとか、お仕事を通じて得た豊かさとか、あなたが持ってるものとか、そういうものを特にちょっと金銭的にはなんか出し惜しみしちゃう、ないわけじゃないのにないって気持ちになっちゃったり、ないわけじゃないけどこれがちょっとでも減るのが怖いみたいなちょっと気持ちになりやすい1ヶ月かなっていうふうに思います。そのちょっと神経質だったり、こうストレスに神経質になりすぎないように注意、ストレス溜めすぎないように注意ってことをお伝えしましたけど、その神経質になりすぎちゃったりストレスを溜めすぎちゃうことで、その浪費とか、その急にバーンとお金使いたくなっちゃうとか、ストレスの反動でね、なんかそういうこともあったりするので、ちょっとこうバランスっていうのを意識した方がいいかなとも思うし、このテーマでもあるみたいに神経質になりすぎない、繊細になりすぎない、ケチになりすぎないみたいなところをちょっと意識していくっていうのが金銭面には重要かなと思いますね。だからこう自分で、自分のことを縛ってるっていう感じがするので、そこまで厳しくしなくてもいいんじゃないかな。厳しくしすぎてその反動で衝動買いとかしちゃうくらいなら、ちゃんと考えてバランスよく使う、っていうところをこう自分で意識できるといいかな。節約するのを意識するっていうのは大切なんだけど、それがケチになっちゃわないようにするとか、お金を使う豊かさを循環させるってことは素敵なことなんだけど、それが浪費になってないかなとか、ちょっと立ち止まって考えるっていうのはいいかなと。なんでちょっとせっかく豊かさがお仕事を通じてやってくるって感じがあるのに、すごく怖がっちゃってる感じっていうのがあるから、もしかすると今まで自分が持ったことがないくらいのお金が入ってくる、お仕事を通じてね入ってくるとか、そういう約束が、大きな契約が結ばれるとかね、ヘッドハンティングみたいなされて、これより今までよりも何倍もの給料をいただくことになる。でその今まで持ったことがない金額を持っちゃうと、自分自身のことが信用できなくなっちゃって、その大きいお金を持ったら自分は無駄遣いしちゃうんじゃないかみたいな、そんなことないのに、そうやって自分で自分のことを怖がっちゃうみたいなことが起きたりするのって、結構お金あるあるだったり、するかなっていうふうに思うので、そこを今からあなたが受け取る大きな豊かさをうまく循環していくあなたになれるために、怖がらなくてもいいように、お金の使い方とか受け取り方とか、そういうのをちょっと改めて勉強してみるっていうのもいいんじゃないかなって。受け取るのが怖いからって言って受け取り下手にならないように、受け取るべきもの受け取ったからっつってパーってこう使わないようにっていうのも表裏一体ですけど、そこのあたりのバランスをちょっと自分で考えてみてもいいんじゃないかなって。必要以上に恐れる必要はないってことをお伝えしたいなと思いますね。お金お仕事通じて豊かさ入ってくるって言ってるのに、あなたは怖がってるって感じがするので、ちょっとこう向き合い方を考えてみてもいいのかなって思いますね。すいません、ちょっとノアちゃんが開けてってしたのでドア開けてきましたよ。はい、すみませんね。はい、では最後に6月のあなたの健康運ですね。健康運は、ストレングスなんで、力のカードが出てますので、基本的に6月の、健康運は良好かなと思います。一応テーマのところで
ネズミのカード出てるんで、怪我とか病気には注意っていう意味合いがあったりするカードなんですが、一応健康のところで力のカード出てるんで、それを凌駕する体力みたいなものがあなたの中にはありそうっていう感じかな。基本的にはいい状態か、もしくは何かトラブル、軽微な体調不良みたいなものを感じたとしても、ちゃんとそれは改善していけるよってことを言われているかなと思います。でもし6月に入るまでの間にちょっと体調に不安があったり、体調不良、すでに今ちょっと体調あんまり思わしくないんですっていう方も、この6月は病気をね克服することができたり、体だけじゃなくて心の強さが回復したりするっていう意味合いもあったりするので、うまく乗り越えていけるんじゃないかな。体と心のバランスがすごく取れた状態になっていけるよっていうふうに言われてるので、安心してもらっていいかなと思います。で、この6月はあなたのライフスタイルをより健康的にするために、いい習慣、運動するとかね、朝は起きて日光を浴びるとかね、ちょっと適度な運動をするとか、タンパク質をねたくさんとって、糖質控えめ、アルコールもちょっと適度に楽しみながら、暴飲暴食を控えてみたいないい習慣っていうのをすごく取り入れるのにいいチャンスっていうふうに言われてるので、例えばダイエット始めようかなとか、ちょっとねアルコール最近飲みすぎてるからちょっと休館日っていうのをちゃんと習慣づけていこうかなとかね、タバコとか、そういうものへの向き合いとか、日々の習慣的な運動を取り入れたいなとかね、それぞれね健康に関するトピック皆さん違うと思いますけど、やってみたいなって思ってることはこの6月に取り入れてみると、それが良い健康習慣としてあなたに定着していくっていうところがあるので、ぜひぜひねチャレンジしていってもらったらいいかなと思います。あとは体の健康だけじゃなくて心の健康も、この6月のテーマっていうところが、クリアな聴覚を楽しむっていうのがメッセージで出てますけれども、繊細さ、敏感さっていうところをうまくポジティブに使って、それがストレスにならないようにうまく向き合っていくストレスの発散の方法、特に音楽、音を使ったねストレス発散方法っていうところを意識してもらったらいいかなって思います。はい、では最後に、この6月ですね、あなたの、恋愛運、仕事運、金運、健康運、それぞれ爆上げするラッキーアイテムをね出していきたいと思います。食べ物だったり、場所だったり物だったりいろいろあるのでね、はい、ぜひぜひ6月の生活に取り入れてください。はい、ではあなたの6月の恋愛運爆上げラッキーアイテムはこちらです。じゃん、スイミング。はい、スイミングしてください。泳いでください。はい、次仕事運、こちらウォッチ、腕時計してください。はい、金運がこちらツリーなんで、木木の下に行くとか、木を育てるとか、盆栽とかもいいかもしれないですね。はい、健康はこちら、はい、バードですね。鳥さんを見に行ってもいいし、なんだっけ、小鳥を飼ってもいいし、鳩とかツバメさん、スズメさん見かけたら挨拶してみてください。ノアちゃんがめっちゃ泣いてる。はい、以上で3番目の選択肢、葵を選んだ方の、6月の運勢、6月あなたに起こることについてリーディングしていきました。参考にしていただけたら嬉しいです。頑張ってくださいね。応援しています。